鳥さん、いよいよ送信編ということで、はい、このタイプは最近200ワット機が多いわけですけども、はい、200ワット機で心配なのは、RTTY とかおやりになっている方がずっとこう出しっぱなしにして、さて放熱は大丈夫かな、ファイナル飛んでしまわないかなっていう、こういう心配する人もいると思うんですけども。そうですね、ファイナルが飛ぶっていうのはですね、多分別にこの製品だけじゃなくてももう、最近の機械はですね、普通に使ってて飛ぶってことはまずないとは思いますが、この製品は200ワット送信出力ということで、それ相応のですね、放熱設計をしております。今回放熱フィンもですね、埋め込み型のフィンタイプといいますかね、そういうものを使用しておりますので、ファンもですね、当然送信しますと回りますけど、早い時間にですね、ファンも静かにまたなってくると、いうことで、弊社ではですね、ヘビーデューティー仕様というふうに言っておりますけど、コンテストのですね、連続仕様ですね、問題なく普通にお使いいただけるような設計になっております。で、さらに送信というとですね、音作りをしようとか、音にこだわる人、ハイファイ SSB やりたいって、こういう人たくさんいらっしゃるんですけども、私も音作り好きでして、いろんなことやってるんですね。外にマイクアンプを持ってこようとかですね。この990は光でまた入れられるというふうに聞いてるんですけども。はい。送信の音質っていうのはですね、皆さんそのファイナルのですね IMD っていうのを非常に気にされると思いますけど、これにつきましていわゆるその 50V 系のですね、パワーモス FET を使用しておりますので、数値としてもですね IMD としても 40dB クラスのですね性能を得ております。当然ですねそのようなファイナルを生かすためにはヤンガーステージって言いますか、変調とかですね、そのあたりも非常に重要になってきますけど、そこはDSP で、処理をしております。で、今回ですね入出力インターフェース、音声に関してはですね、従来、アナログで、やっておりましたけど、TS590 の時からですね、USB オーディオが使えるようになりました。でこの USB オーディオのいいところはですね、USB ケーブル1本でパソコンと接続して、オーディオだけじゃなくてですねリグのコントロールもですね1本の線でできるということで、TS590 を出してからですねその1本の線で音声もコントロールもできるということで非常に好評を得ております。で今回 TS990 にはですねさらにですね光デジタルのインターフェースを追加しております。でこの光デジタル TS990 の場合は、入力からですね変調までフルデジタル処理です。途中でですね一回もアナログに変換することなくですね全てデジタル処理をしております。この製品はですねDXR の方だけではなくてオーディオ系の方にも使っていただきたいっていうお話をしましたけど、まさにその部分がですね、面白いところといいますか、外部に、皆さんお持ちのですねAD コンバーター、光デジタルの変換ですね、それをつけていただきますとですね、フルデジタルで、SSB の変調ができるということで、よくお聞きするのがですね、セットを改造して、AD コンバーターに直接音を入れたいみたいなお話ございますけど、そのようなことをしなくてもですね、デジタル処理でできるっていうことになっています。で入力が24ビットだけなくて16ビットにも対応しておりまして、内部ではですねDSP が32ビットの不動小数演算で、変調をかけるような形になっておりますので、十分お楽しみいただけるんではないのかなと思っております。その光を使ってそのデジタルでっていうのは非常に遊びがいがあるなと。特に外にいろんなオーディオのマイクアンプからこれに凝ったものが最近皆さん使われているわけですね。だけどこの機械そのものにも随分凝ったイコライザーとかですね、
そういうものが入ってるようですけど。はい。RX イコライザー、TX イコライザーっていう機能はですね、ずいぶん前から入れておりましたけど、この TS990 では、いわゆるグラフィックイコライザー的なですね、周波数特性の設定ができるように、画面でもですね、グライコライクなですね、デザインにしましてですね、見た目でも分かるような形で周波数特性が作れるようになっております。で、その特性もですね、あらかじめ設定している特性、プリセットされた設定もありますし、ユーザーポジションでですね、お好みの帯域もですね、作れるようになっております。合わせてですね、送信の帯域幅もですね、従来機種通り可変することができるようになっておりますので、なんですか、このセットだけでもですね、いろいろな音作りができるようになっております。特にね、低い音を好む人もいるじゃないですか。はい、でどうしてもローブーストしたいとかですね、はい、でイコライザープラスこれ低い方も結構低いところも出るんですよね。そうです。DSP の変調の一番いいところっていうのはですね、アナログの場合はどうしても反対側に漏れだと逆サイドバンドだとかですね、やはり気になってやっぱりなかなか取り除けないんで、変調する時もですね、提供カットしておかないとですねいけなかったんですけど、DSP の場合ですと演算で行いますから、かなり低い周波数までですねフラットに出すことはできるようになっています。そうするとあれですね、僕もそうなんですが、いろいろマイク変えたりマイクアンプに仕掛けをいろいろ入れたりするんですけど、これは標準のマイクを入れてやればそういうイコライザー系を非常にうまくセッティングすると相当なレベルまでいい音が出てきそうですね。そうですね。そこはいろんな音作りができるということで、当然そのイコライザー系はですね、マイク端子だけではなくて、背面からの入力にも対応しておりますので、お試しいただければと思います。そういういろんな音作りをしてみたくなりますけども、そういう音作りに関してもここにも状況が直感的に分かるデュアル TFT ディスプレイ構成とこういうふうになっておりますけども、その辺のお話も続けてお願いをいたします。でフロントを見ますとね、ディスプレイが大小2つありますけども、これやっぱり2つ必要だったんですよ。はい、よくその質問はですね、いただきます。なぜ2つもついてるんだと。まずはやはり最初はですね、このクラスで、スコープを内蔵っていうことになりますと、やっぱり7インチのディスプレイの採用っていうのはですね、必要十分な条件ではないのかなということで、7インチの方はですねすぐに、決定しました。でいろいろですねそのパネルの配置をですね、考えてみたんですけど、結局その限られた空間の中ですから、ディスプレイが真ん中にあるのか右にあるのか左にあるのかっていう選択肢しかないと思うんですね。でいろいろ考えてみましたが、どうしてもですね右に持ってくるとしっくりこない感じがしてですね、やっぱりその人間の目っていうのは左から右に行くのがですね一番自然な動きっていうんですか、かなということで、ディスプレイはですねメインのディスプレイは左側に配置すると。そうするとやっぱりメインつまみはやっぱりどうしても真ん中にあった方が使いやすいんではないのかなと。で私どものですね、考えとしては、メインつまみの上で周波数を読み取りたいっていうのが、ありまして、でそうすると左にディスプレイがあって真ん中にメインつまみがあった時に、周波数を左を見ないと見えないっていうことよりも、メインつまみを見ながら最小の視線の移動でですね周波数を読み取るっていうことは、じゃあメインつまみの上にディスプレイつければいいじゃんと。そうなった時にですね普通の液晶をですね入れて周波数だけ見れるような形っていうのもあったんですが、じゃあもうせっかくなんで、ここにも TFT のディスプレイをつけようかと。そうするとですねいろんな自由度が広がると。今ここに信号がうようよ見てるんですけど、これは実はですね受信した信号の復調出力ですね、この
シグナルのですね、スペクトラムを見れるようにしております。で結果的にはですね、こちらのその7インチのディスプレイでは、スコープが今ウォーターフォローで出ておりますけど、自分が受信している信号のですね、周囲の状況ですね、渾身なのかもっと強い曲がどっか出てないのかとかですね、バンドの状況ですね、それから、こちらのサーブディスプレイの方では実際に受信している信号そのものですね、それを見ようという使い方ですね。今までちょっとなかったと思うんですけど、そういう便利な使い方がですね提供できるなということで、この2つのディスプレイを採用しております。でここのサブディスプレイのところではですね、ちょっとアニメチックなんですけど、自分の受信の帯域幅のですね台形の形だとかですね、いろいろなですね、情報が得られるようになっています。それともう一つですね、よくご質問いただくのがですね、周波数がなんで4個も出るのだと。そうですね。でこれにつきましてはですね、メインサブございますんで、その2つの周波数がメインサブ出ております。こちらのメインサブになります。で今サブお休みしておりますんで、グレーアウトをしてます。で、実はこの製品はですね、外部にディスプレイをつなぐことができましてですね、そちらの方はですね、メインのディスプレイだけが外部に出てきます。でそうしますとですね、例えば周波数がこちらにあるからということで、こちらから周波数を取ってしまうとですね、外部のディスプレイで周波数が見えなくなりますので、基本情報に関してはですね、全部ここの中で収めてしまおうということで、周波数入れて、こちらでその実際に運用するときにパッと見るための周波数ということで、2つ周波数がですね表示されるようになっております。これ非常に面白いのが、いろんな種類のディスプレイができるわけですよね。はい、何種類ぐらいってあるんですかね。ですね、数えきれないぐらいっていう感じですか。メインディスプレイについてはですね、基本画面ですね、これはなんで開いていますかというと、メモリーのリストを出したりとかですね、でこのスコープキーを一度押すと、バンドスコープ表示にしますとですね、一般的な皆さん、この画面をご覧になると思いますけど、で今回おそらく内蔵型としてあまり例がないと思いますが、大型のですね、ウォーターフォール画面、これが表示できるようにいたしました。ウォーターフォールについてはあまりお使いになってない方からすると、こういう画面を出して何に使うんだっていうふうなご質問をいただくんですが、この画面のいいところはですね、過去の信号が見えるって言いますかね、例えばここに何かありますけど、ここのところで、待ち受けてるとですね、やっぱりそこの信号がですね、やっぱ受信できるとかですね、どうしてもこの画面だけですと、マックスフォールドさせていてもですね、なかなか時間の経過っていうのは分かりづらいんで、こちらの方で見ていただくと時間の経過がですね、よく分かるということになります。からサブ画面の方は、このサブのディスプレイスイッチで切り替えますが、皆さんこの画面はですね、非常になんか懐かしい感じがしますね。喜んでいただけますけど、いわゆる昔のですね、ギアダイヤルの、ダイヤル表示ができるようになっています。これあまり実用性はないんですが、やっぱりちょっとノスタルジックな楽しみっていうんですかね、そういうことができるようになっております。バックラッシュなんか当然ないわけですね。そうですね。はい。でもう一つはですね、これ標準状態ですけど、周波数をやっぱりちょっと大きな字で見たいっていう場合にはちょっと長押ししていただきますと、デカ文字って我々言っておりますけど、この表示もできます。でこれももう一回押すとですね、受信のスペクトラムを見ながら、大きな表示にするということができ、4種類ですね、表示ができるようになってます。いやこういろんな表示の中で今の懐かしい表示もあったんですけど、S メーターもなんかなってるんでしょ、アナログ風のやつが。今ずっとですね、ウォーターフォール表示しておりましたので、これをですね、通常表示、いわゆる、バンドスコープ表示にしますとですね、アナログ風 S メーターの表示が、できるようになります。なんか影があるみたいに見えますよね。そうですね。これはハムフェアで昨年公開した時にですね、
かなり近い距離から見ておられたお客様からケンウンドさん、今度TFT の中にアナログの S メーターを埋め込んだんですかっていう質問がございまして、ちょっと我々もちょっとびっくりしたんですけど、これはもう完全に画像でですね、作っております。面白いですね。この間仲間内とこういう S メーターの話してて、めちゃくちゃ強い曲が針が曲がったらどうかなとか言ってたんですね。で針が曲がるほど強いなんて話になったら面白いないじゃないかなとかね。そうですね。そういういたずらができると、アイデアとしてはちょっとメモにしておきますんで、はい、こういう2つのディスプレイを、なかなか覚えるのは大変ですけど、自分の好きな画面をいろんな操作しながら出せると、視覚でも目の中でも楽しめるし、こういう今受信信号出てますけども、工夫次第というか、覚えるの大変でしょうけど、これを覚えると本当に面白いことになりそうですね。そうですね。随分お楽しみいただけるんではないかと思っております。はい。実践で確かめてみましょう。